まずこの業の山だけれども、セブンのワンズから来るメッセージが、今様々なことが起こっている。その対処に追われている。多くのことが起こっているよって。ひょっとすれば、お相手さんかもしれないね。あなたのお相手さんかもしれない。この5の位置には5のソーズが来てて、なんかちょっと、解せないことをあなたがやられたかもしれないね。あなたから責め立てられてるお相手さんの姿かもしれない。で、このトライアングルのね、対の位置には3オブカップス。ちょっと関係性が崩れてくるよっていうのが出てる。で、一方、対のこのトライアングルなんだけれども、デビルがトップに来てんだよね。で、そのお隣さんには、皇帝が来てると。この状況と呼んでもいいかもしれないね。今の状況っていうのは非常にとてもしっかりとした地盤、固い地盤の、出来事であってね、なかなかそこから解放されないよっていうのが出てる。恋人と考えればもうなおのことだよね。で、5の位置にはクイーンのカップ。あなたがやはり愛する気持ちっていうもの。非常に、その力、意識っていうのをね、向けてるよって。トップにはね、クイーンのワンズが来てるから、エネルギッシュなんだと思いますよ。今様々なことが起こっていて、あなたは大変なんだけど、あまり悲壮感を感じさせてない状況っていうのが出てます。高次元のメッセージで言えばね、それらはね、あなたのカルマが磁力となって、一見ね、災い、もしくは憂い事のようにね、思える出来事を引き起こしてるんだよって。だけどそれはね、あなたの今世の課題なんだよって降りてくるよ。ドッタバタの状態なんだけれども、だけど、この、お相手さんかな、もしくはカルマと言っていいのかな、お相手さんがカルマお相手さんがカルマの磁力かもしれないけど、あなたがこう引きつけられる、っているっていう。だけどとてもエネルギーのある状態なんだろう。苦しみの中でね、気づくことがある。暗雲の中にさ、差し込む光の存在に気づくことがあるから、本当に苦しくなった時はその光を見てごらんっていうメッセージが来る。おそらく今はなんか、この方、この状況のごたごたにエネルギッシュに没頭できてるから、あまり悲壮感を感じないんだけども、辛くなったら、その苦しみの中に、気づくことがあるから、それがヒントだよっていうメッセージが来る。暗雲の中に差し込んでくる光こそネクストステージへの誘いであり、あるいはあなたのカルマがね、本当に引き込みたい、この根性の地で戦うあなたに経験させたい、到達させたい、境地なんだよって、そんなメッセージ来るかな。
まあ良くも悪くもとてもエネルギッシュなスプレッドかなと。大きなトライアングルのさ対にはジャスティスが来てるから、なんかジャッジが来るかもしれないね。自分の中でこの方との因果な関係性に対するね、ご自身なりの道理みたいなものが見出せるかもしれない。ただまあこの業のあたりで言うとひょっとすれば浮気してんのかなっていう気はするよ。なんか浮気してて、だけどこの方は、まあセブン・オブ・ワンズで、まあ動じないっていうかさ、自分の非を認めない、認めないことであなたとの関係性をこうつないでるみたいな、そんな感じにも見えるんだよね。ただね、あなたに対して行った不実に関してはちょっと反省して見えるんじゃないかな。このソード5のソードとこの4のソードがなんかこう共振し合ってる。この方はその点に関しては反省してるよっていうねメッセージが来る。そうだな、お相手さんはあなたとの関係性に、とてもね喜びを感じてる。至福の喜びって出てるよ。歓喜。そして一方あなたなんだけど従うことって出てるね。身を委ねる、信じる。まあデビルにかかってんだよね。でこのジャスティスにもねかかってきてるんだけど、どうかな、このお相手さんの道理に従うとか、もしくは、成り行きに任せるっていうのもおかしいけど、この因果な関係性に、もう身を投ずる、信じるんだっていうメッセージが結構強くくるね。だからあなた自身も、この方にやっぱり今、情熱を燃やせてる状態なんじゃないかな。今もそして今後もね。高次元のメッセージだとね、良くも悪くも今あなたのカルマが引き込んでいることだよと。このお相手さんがあなたのやっぱり前章でのやっぱり重要な存在なのかもしれないね。あなたにとってのカルマな存在で、この方からあなたの方に今度近づいてるかもしれないね。でものすごい磁場を発揮してあなたを捉えてる。でさまざまな出来事を呼び込んでくると。従いなさいってやっぱメッセージが来るね。従いなさいだけどやっぱ辛くなったら、今は辛くないって出てる。辛くなったらその苦しみの中から差し込む光を信じるといいっていうメッセージかな。おそらくあなたにそれだけのバイタリティが、今もそしてこれからもあるっていうことだと思うよ。あなたならこの荒波を乗り切っていける。このカルマの呪縛を根性でね、解消することができるっていうことじゃないかな。ただちょっと怖いぐらいの没頭の仕方だよね。
自分でも怖くなっちゃうかもしれないね。弥勒様が来ました。長期的な将来の設計図を立てなさいと。私とても肯定的な力を感じますね、弥勒様から。この弥勒菩薩様がいる長期的っていうのは来世を見据えたということだから、今世与えられている魂の器であるボディ、肉体を失ってその先を考えた、未来地図を描きなさいかな。で、今描いてるもので、やっぱりちょっとおかしいなとかさ、ちょっときついな、辛いなって思ったら書き換えていいんだよっていうメッセージが来るよ。おおよそは間違っていない。今感じていることは間違っていない。ただ、その一度描いた地図が全てというわけではないから、何か気づくことがあったら修正してもいいんだよって。それで進んでいきなさいって。柔軟にだね。柔軟に進んでいきなさいっていうメッセージが来る。あなたがだからね、今世の宿命をね、信じ愛することでさ、一つの正義、強い力が生まれて、この方、お相手さん、ないしあなたが今直面している状況だよね。それを正していくというメッセージも来るね。この不実な裏切りっていうのはさ、正されていくっていうメッセージが来るよ。それだけの力がそのあなたにはあると。この皇帝と比べるとね、やっぱりちょっと弱い立ち位置かもしれないけど、この今現状にある問題っていうのを正していくエネルギーをあなたは持ってますよ。だからすごくエネルギッシュなんだよ。やっぱりだから良くも悪くもいろんなことをね、引き込んじゃう、引き込んでしまう力を今あなたが持ってんだろうね。世俗に紛れてさ、定時のエネジーを引き込みすぎた時なんかは、工事の世界から差し込んでくる光に意識を向けるといいと思う。そうするとね、ふわーっとね、暗が開けていくよ。いいですね。ちょっと迷ってるのかもしれないよね。この5の山なんだけれども、8、8で8が2つ来てて、このまず8のカップだけど、満たされてるんだろうね。満たされてるけど、何かが物足りない。
まあ完成の点までに足らないわけだけど、まだどっか目指すっていうような意識が出てくる。でこの8はまあその何かが満たされないっていう意識の原動力として見える。あなたが囚われてること、トラウマ、まあないしカルマと言っていいかもしれない。というのも体の語にはデスが来てて、その横に並んでるんだよね。終わってしまったことなんだけど、その、出来事にすごくとらわれてるメッセージが来ますね。仮に今が楽しい時期であっても、なんかちょっと純粋に楽しめないような口調しさがあるかもしれないね。タイの山のトップにはクイーンのカップが来てる。でこの大きいトライアングルのトップにはクイーンのソードが来てるんだけど、やっぱりちょっと過去にとらわれるのかなという、気がするよね。バイオというよりはネクロ、光というよりは闇に惹かれるっていうのが出てるかな。でこのクイーンのカップが見てるのはこの10のカップなんで、とても幸先がいい、幸せになれるよっていうのは出てる。だけれどもとても後ろ髪を引かれてるっていうねメッセージが来るんだよね。もしくはこの過去の体験からその幸せになることにちょっとナーバスになってるかもしれないよね。無条件で自分が幸せを感じられる状態に本当は喜べばいいんだけど、一抹の違和感を感じて素直に喜べない。あるいはそういった不安から過剰に期待してしまう。こうあらねばならない、こうあるべきだといったところで、そんな感じでちょっと何かこのデスに引っ張られるのかなと、そんなメッセージが来るね。あなたを見守る存在、高次元からあなたへのメッセージはね、惑わされることが多い。今がね楽しい時期ならばそろそろ潮目が来る。もし息苦しく感じているなら身の回りのこと整理しなさいって、整理整頓してみなさいっていうメッセージが降りてくるね。状況をね一括して捉えるとなんとなく楽しいんだけど、なんとなく活気があるんだけど、どこかあなたは口惜しい、寂しさの後味が尾を引くと、そんな風に感じてるんだったらそれぞれをそれぞれ分割してね、一つ一つを一つ一つとして捉えて感ずること、当たること、あと対処すべきことは対処すべき、対処すると。するとね、肩の荷が下りてね、本来の自分が戻ってくるよって、そんなメッセージが来るね。このジャスティス、根底にあるジャスティスはすごくちょっとね突っ張らかった感じがする。でトップはクイーンのソーズでしょ。あなた悲しみを抱えてるけど、気丈に
振る舞っている、自立している状態にある。でこの真ん中のお相手さん、ナイト・オブ・ワンズなんだけど、おそらく新しいまあ恋人なんじゃないかな。あなたの方がまあ立ち位置は上かな。この方が熱烈アプローチ、もう火山なんかボーンと噴火してるけど、ひょっとすればちょっとあれかもしれないね。ストーカーチックかもしれないよね。ちょっと一方的にこうヒートアップしちゃってる状態かもしれない。だからあなたちょっとナーバスになってるかもしれないね。まあ過去の出来事が尾を引いてるから、そこをなんか切り離してね、今起きている出来事っていうのを過去のフィルターを通さずにね、新たな出来事として新しい自分が直面している新たな局面なんだと捉えることで、ちょっとこの方に対する意識もちょっと変わるかもしれないよね。まああなたのが立場が上だから、ひょっとしたらうまい具合にね扱ってる相手かもしれないけど、ただまあとても加熱してるっていうのは出てるね。ディーバ・パトラ、まあいろんな神々の力だよね。そのきらめき、英知の光みたいな、結集の力みたいなの感じるんだけど、もしくはパピルスとかかな、なんか神の言葉みたい。まあエイト・オブ・カップにねかかってて、なんとなくやっぱり今が楽しめない、持て余す、で過去にとらわれてること、自分のカルマだよね。そういうものをなんか解きほぐせ、もしくはその今に何かこう疑問を感じるんだったら、これは先を見てるけど、未来の方向を見てるけど、そこに、答えがあると感じるなら進んでいけっていうようなメッセージも感じるね。ちょっとね後ろ向きの力をすごく感じるから、なんかここらのエイト・オブ・ソーズ、この呪縛、自ら好んでここにいる、ひょっとすればこの呪縛こそがあなたの生きがいになってるかもしれないね。生きる原動力、あなたのアイデンティティそのものになってるかもしれない。それを解き放てっていう、そういう開放的な力感じます。でパール・オブ・シャロー、これは何だろうね、私は知らないけど、パール、真珠だよね。海、そして貝の中でおのずとね結実すること、なんとなくこう陰性のパワーが強いんだけど、このクイーンのカップにかかってるね。だからクイーンのカップがやっぱりちょっと内向的っていうかさ、自分の世界に閉じこもりがち、ある意味一番女性らしいね女王だとは思うんだけども、自分の中に何かこう生成するものっていうものを何か煽り立ててるような、私はそんな感じがするんだけど、どうでしょうか。なんか東洋系の神かもしれないよね。西洋の神じゃなくて、
なんとなく蛇を思わせるようなね、手もジャッキー・チェンの蛇の剣じゃないけどさ、蛇をモチーフとしたような格好してる。まあともかく、自分自身の英知を持って非常に内向的な力だけれども、自分の中に発生してくるインスピレーション、それを紡ぎ出せと言ってるのかな。勇気を持てと。自分が自分の中で結実させるものに自信を持てと。そうすればあなたの望むこの10オブカップ来ますよと。そんな感じかな。だけどね、恋で言えばね、あなたとこのお相手さんはね、結構なんかあるかもしれないね、バチバチ。このクイーンソーズとね、ナイトのワンズ。あなたもちょっと頑固なとこがあるし、こだわってることがあるし、こだわらなければならないことだね。こだわらなければならないことがあるし、この方も、ちょっとね、自分しか見えなくなってる。やんちゃりか坊主モードに入ってるよ。もう勝手に愛が爆発してるみたいな。そうかな。ちょっと怖い神様来ちゃったね。三方高人様。誠心誠意向き合うことが肝心ですと。中途半端に向き合うなっていうことだね。三方高人様は自然災害の神様でさ、潔癖症の神様だよ。もうね、不浄を極端に嫌う。とても怖い神様って言われた。ある意味、このクイーンソーズが持ってる潔癖症的なね、なんか感性とこうリンクするかなっていう。だからちょっとなんか、独りよがりモードに入っている今の恋人を、に対するなんか思いがあるかもしれないね。許せないみたいな。そのようにも見えるよね。このね、ワンドのナイトからはさ、そういうネガティブな陰性のパワーっていうのを感じないからね。どっちかっていうと、いい意味でね、いい意味でこう、ズボラな。あんまり細かいこと気にしないよみたいな。そんな、あっけらかんとした力を感じるからね。で、逆にこの人が例えばストーカーチックな人だったら、そういうモードに入ってたら、ちょっとあなたは気をつけなきゃいけないかもしれないね。中途半端な気持ちでこの方に当たると、とんでもないことになるよと。三方個人様は結構、シビアなメッセージを送ってきてますね。ともかくね、ポイントとしてはやっぱりこのエイトのソーズじゃないかな。このご自身がこだわっている、引きつけられるっていうのかな。この過去の原動力に見せられる。これをやっぱりね、解放することかもしれない。もしくは認識することだね。認識できてないんであれば。気づくことだけでも随分変わってくると。そうするとこのね、10オブカップ、この最良の状態、ここまでいけるんじゃないかな。
だけど結構はっきり出てるよね。正攻法で読むと、キングのペンタクル、そしてナイトのペンタクル、真ん中にトゥー・オブ・ソーズが来てるけど、お二人の関係性っていうのが、仮面夫婦みたいな状態って言っていいのかな。そういうエッジの上でバランス取ってるような、お互いにね、見たくないものを見ない蓋をするような、状態でいるよっていうのが出てるね。で、業の山なんだけれども、業にフォーブワンズ、一過性の安住の地っていうものはあったっていうのが出てる。だけどここはとどまれないんだよね。本当にひととき、ひと季節、ここに安息があった。で、次にこのスターが来てるんだけど、どうかな、あなたがやっぱり、大胆になってちょっと踏み出したかもしれないね。で、滞納山なんだけれども、5にこの9のソーズが来てる。とても、解せないことがあったんでしょうね。このカードで言うと、ちょっと上にね、赤いマントを羽織った女性が、ね、魔女のような人がこう描かれてるんだけども、なんだろうね。やっぱりあったんだろうね。すごく。あなたを見守る存在のメッセージとしては、隣のね、ナイン・オブ・ペンタクル見ると、自分の居場所っていうのはしっかり確保してるっていうのが出てるからね。いつでもではないんだろうけど、時折ね、邪心を持った低級霊があなたについてるよと。恋敵かもしれないし、ひょっとすればあなたのことが好きでね、あなたのことに興味を持ってね、くっついてるのかもしれない。エンパシーが感じてるのかな。あなたのその心の闇の部分に。で、あなたに取り付いてるよって。で、ひょっとすればね、その存在のことをあなたが守護霊様と勘違いしてるかもしれないね。どんどん陰性のパワーっていうのをね、膨らましていって、で、この定時のエネルギー体からするとさ、その様がやっぱり面白いんだろうね。あなたがどんどんその自分とね、その定時のエネルギー体に同調していく様っていうのが面白いから。だからどんどんこう剣を刺してね、あなたを惑わして。だからこの存在とね、長く踊りすぎると消耗しちゃうよっていうメッセージがね、降りてくる。ただ何かしらこういう意識になってしまうようなことがあったんだろうね、この揺るがないキング・オブ・ペンタクルス。ただあなたも頑張ってんだよ、ナイン・オブ・ペンタクルスでさ。自分のちゃんと、物質的な価値だけど、それはしっかりと確保してる。ただメンタル面では結構やられてるんじゃないかな。で、このお隣にこのページのワンズなんだけど、お子さんじゃないかなっていう気はするね。こっちにもお子さん出てるけど、もしくはね、恋人と取ってもいいかもしれない。あなたの方見てるよね。で、大きいトライアングルだけれども、このナイトのソーズが出てるのね。で、このトゥー・オブ・ソーズの均衡を破るよっていうメッセージが来ます。これはあなたじゃないかな。
まあ騎士なんで男っぽく感じるけど、あなたな気がするね。まあこのカードがこのトゥーオブソーズの方向いてるんだけど、やっぱりこの今のバランスっていうのが耐えられないんじゃないかな。だから気をつけた方がいいのは、結構自分が今ネガティブな状態になってるんだったらね、その状態でまあ膨らましたね計画っていうのかな。それで歩み出しちゃうと結構勇み足になっちゃうから、まだ情報不足のね、ページほどではないけれども、そんな感じに見えるよね。情報不足のままで飛び出すと、飛び出すんだけど結局このトゥーオブソーズのこの、この力にね、引っ張られちゃうよと、こう行き先を、こんがらがらさえられる、こんがらがっちゃうみたいな、私の今の滑舌のようにね、こんがらがっちゃうよっていうのが、出てるね。両方とも強いんだよね。アルコン、バルベロで、こっちがクイーンメイブだよね。まあ統治者とかね、なんか主催者指揮官とかなんかそんなようなカードだと思うんだけれども、まあちなみにこっちのアルコーンに関しては母性の意味が与えられてるよね。お子さんに対する。なんかその守るっていう強い意識。ただね、どっちかというとね、やっぱり現象界にとらわれる力が強いカードかな。まあこの方に対抗するためにやっぱりこれぐらいの意識がないと、やっぱね、このトゥーオブソーズのバランスが保てないんだと思うけど、このやっぱナインのソーズが気になるよね。ここに立ち上がってる、まあ幽霊さんっていうのかな。あなたのネガティブな波動に同調して立ち上がってるこの存在がね、やっぱりなんかちょっと気になるなっていう気はするね。この方がくっついてる以上はね、あなたがどんなにね気負って頑張っても、まあ、走り出すんだけどやっぱりとらわれちゃうよって、このバランス、それが出てるね。こっちのカードもね、結構ね、まあ、強い女性なんだけど、やっぱりちょっと意固地になっちゃう、頑固になっちゃうっていうね、そういうメッセージが来るからね。だから結局ね、それが次歩むべき道をね惑わせてしまう、そこを気をつけなさいというメッセージが来るかな。マリシテン様、素早く行動するのが肝心ですと。私はなんとなく吟味して行動した方がいいと今感じてたところでもうこのチャンスを逃すだよね。カゲロウ、立ち上がったカゲロウっていうのは、それは淡いよと。このチャンスを逃したらいけないよと、マリシテン様はおっしゃってます。だからどうだろうね、カゲロウっていうことで言えば、今あなたに、取り付いている、その、ネガティブなね、エネルギー体。それを多分、
断ち切るのが今だよっていうメッセージかもしれない。いつまでもそのモードに、いてはいけないよって。とても苦しかったと思うし、痛めつけられた、コテンパンにやられた。で、どう納得しようと思っても納得ができない。だけどもその思いがどんどんその負のスパイラルで、ネガティブな現象っていうのをね引き起こしてしまうから、それを断ち切れってそういうメッセージ、じゃないかな。だからそういう意味ではこのナイト・オブ・ソーズでいいのかもしれないね。もう勇み足でいいから飛び出せって。だけどまたこのトゥソードのトゥに戻っていっちゃダメだよ。引っ張られるっていうのは出てるから。もうそれこそそうだよ。もう風と共に去りぬ。こっち行かないといけないね。いいですね。